こんにちは、ネイリストの中山千恵子です。今回の動画は前回のサロンワーク動画パート1の続きです。短い爪が長くなります。前回の動画でプレパレーション、ジェルネイルの下準備ですね、までが終わっているので、次はアクリルのスカルプチャーをつけていきます。私はいつもサロンワークの時にアクリルのスカルプチャーをつける時もいつものジェルネイルと同じようにアプリケーションを行っています。特にね、それで取れやすかったりとか折りやすかったりっていうことはお客様に普段ないので、いつもとジェルネイルの時と同じように行っています。まずはね、フォームの先端を指の先端と同じ形に切ったらしっかりと留めていきます。地爪とフォームに段差ができないようにつけていきます。筆にリキッドを取ったらパウダーを取ってミクスチャーと呼ばれる柔らかい球体のような、なんていうんですかね、これボールって呼んでるんですけどにします。まずは甘皮周りをねスムーズに整えたら先端に伸ばしていきます。時間が経つとどんどん硬くなってくるんですけど、最初の方はねちょっと柔らかいので、なるべくお客様の指を下向きに向けてサイドに流れないで先端の方にミクスチャーが流れるようにしています。いつもサロンワークだとねワンボールで作っています。オーダーはオーバルのオーダーだったので、先端をね今のうちから丸い形に整えておきます。まだ今の時点だとねちょっと右側に厚みが寄ってるので、厚みを左側に持っていって均一な厚みにしていきます。結構ね最初の頃、スクール生の頃とかは上から見ただけだとどっちに厚みがあるか分かんなかったりとかするんですけど、結構ね授業で何回も先生に教えてもらいながらやってるうちに、なんか上から見た時にもまだここにちょっと厚み寄ってるなとか、こっちに寄ってるなとか、ここに山ができてるなっていうのが見えるようにどんどんなってくるので、最初はねいろんな位置からしっかり確認してっていう風にどんどんね回数をどんどんこなしていって、パッと見てわかるようにしていきます。1本だけだとワンボールスカルプチャーの場合まだね硬化してません。柔らかいんですよ結構。なので隣の指もアプリケーションしていきます。アクリルのミクスチャーはですね、温度が高くて湿度も高いと硬化が早いです。で、温度が低くて湿度も低いと硬化が遅くなります。なので夏場とかでちょっとエアコンの効きが悪くて部屋暑いなっていう場合は一本一本ピンチを入れることもあります。あと逆に冬場で部屋寒いなっていう時は1本だとねまだ1本目のピンチが入れられないので、もう2本目なので合計3本ですね。合計3本アプリケーションしてから1本目をピンチ入れるということもあります。頃合いをね見ながらピンチは入れていきます。なので定期的にスカルプチャーの表面をね確認して、もう触っても大丈夫そうだったらピンチを入れていきます。で、ピンチを入れる時も柔らかすぎると内側にぐねって入っちゃうんですね。そうすると再度削った時に地爪出てきちゃったりとか割れやすいスカルプチャーになっちゃいます。だからといってちょっと硬くなりすぎてしまうと力技でピンチを入れていくので結構痛いです。なのでね、ピンチはお客様に痛くないピンチを入れるっていうのはね結構タイミングが大事ですね。表面は触れるし、もう内側にぐねっとはいかないぐらい固まってるけど、力技でピンチを入れるほどまだ固まっていないっていうタイミングを見極めてピンチを入れれるようにね、ここは特にスクール生の時にめちゃめちゃ練習するところです。そしたらこのままスカルプチャーあと残り3本つけていきます。
アプリケーションが5本終わりました。で小指はねちょっとピンチ入れられるんですけど、親指はまだ乗せたばっかりでピンチ入れるにしては柔らかい状態なので、先に他の指のアウトラインから削っていきます。まずは両方のサイドを削っていきます。全体的に流れるように小指から親指までを一本一本、サイドはサイド、先端は先端っていう風に削っていった方が形が揃います。なので一本一本を全て整えていくっていうよりは、全体的にバランスを見ながら流れ作業で削っていきます。そろそろ親指の様子を見てみましょう。まずは爪先で表面を叩いて硬さを確認します。フォームはもう取れるような硬さだったんですけど、まだちょっと柔らかいなという感じがしたので、もう少し時間を置いていきます。そろそろ親指がちょうど良さそうな硬さになってきたので、ピンチを入れていきます。両サイドから親指の爪の表面を使ってまずはピンチを入れていきます。少しね入り足りないなっていう場合は指の腹を使って押している時もあります。ピンチが入れ終わったらまた元の工程に戻ります。先端を整えていったら長さを確認します。長さはですね、結構お客様によってどこを基準にするかでサロンワーク変わってくるんですけれども、お客様によってかなりね違うんですけど、色を塗った時に同じ長さに見えるように、甘皮の部分から先っぽの部分までの長さで合わせる方と、爪の先端のところから伸ばした部分の先端のフリーエッジの部分の長さで揃えていく方もいます。あともう1パターン、これはねちょっと少ないんですけどたまにいます。手を裏から見て爪の長さを確認する人は結構ね、指先を使う仕事をされてる方とかだとやっぱ指によってね感覚が変わってしまうみたいで、そういう方って結構指の裏から見て長さを揃えます。なので新規のお客様の場合にはどこで揃えますかっていうのをご質問して、お客様がこういうふうに揃えてほしいっていうオーダーや、もしくはもうお任せしますっていう場合があるので、お任せいただいたらね、自分がこの人にはこういうのが合うなっていうのを見極めてもらってやっていきますし、お客様のねご要望があればご要望に沿ってやっていきます。サロンワークのアクリルスカルプチャーの場合は一度マシンを使って軽く整えていきます。この時はオフの時と同じでミディアムの粗さのビットを使っています。マシンでアクリルの表面を削る時はファイルの時と違ってねかなりよく削れるので、これすっごい優しい力で表面を撫でるように削っていきます。オフの時みたいにね力を入れてしまうとゴリゴリ削れて形がねどんどん崩れて高さやハイポイントがなくなってしまうので、かなり撫でるような感じで削っていったらファイルで軽く整えていきます。マシンだけだとねちっちゃい山とかがちょこちょこできていたりするので、それを取るぐらいの気持ちで、なのでねファイルもかなり優しい力でかけています。マシンをかけないでファイルだけで削るときは最初ちょっと強い力で削って優しい力にしていってっていう風に力加減で調節していくんですけれども、先にマシンをかけた場合はファイルも優しい力でかけていきます。
それでは今回のサロンワーク動画パート2はスカルプチャーの削り終わりまでとなります。次回の動画でジェルネイルを塗って完成となります。3部作に分けてみるとどうですかね。いつもよりも編集の速度をね、あんまり早めないようにして編集してみました。どうだろう、見やすいですかね。もうちょい早送りして、いつもみたいに2部作とかもう1個にまとめちゃってる方が見やすいとか、何かご希望ありましたらぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいです。今回も最後まで見てくれてありがとうございました。ぜひ高評価も押していただけたら嬉しいです。また見てね。